ねえきなこ、ただのコードエディタが500億ドルで評価されてるって知ってた？そう。しかも SARS の歴史で一番早く成長したソフトなの。世界最速って言われても、どれくらい速いのか想像つかないよ。カーソルっていうコードエディタが12ヶ月で ARR1 億ドルに到達したの。その数字、正直すごいのかどうかも僕にはピンとこないんだけど。そのカーソル、今の評価額は500億ドル、日本円なら数兆円規模なんだよ。5兆円、コードエディタってメモ帳みたいなもんちゃうの？しかも2026年6月、あのスペース X が買収することで合意したの。ロケットの会社がなんで文字を打つ道具に大金を出すのさ。買収額は600億ドル、通称9兆円って言われてる規模なんだよ。桁が大きすぎて、ひまわりの種で数えたら何粒なのかもわからないよ。そう思うよね。私も最初に見た時、何かの入力ミスかと思ったもん。でもね、この値段にはちゃんと実績の裏付けがあったんだよ。この動画では評価額の根拠、買収の狙い、競合4社の勝敗、そしてエンジニアの仕事がどう変わるかまで順に解き明かすね。最後まで見たら、5兆円と9兆円の謎が全部つながるんだね。でもこの急成長、実は大きな落とし穴を抱えていたの。それが後の買収劇につながる。まずは最初の謎から見ていくよ。たかがエディタになぜ5兆円、異常な数字がこの裏に隠れてるの。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよまずは評価額の根拠から見ていくね。数字を追えば投機じゃないってすぐわかるの。根拠って言われてもな、コードを書く道具でそんなに儲かるものなのかな。鍵になるのは ARR っていう指標。日本語だと年間経常収益って言うんだよ。う。ARR？ また知らない横文字が出てきたよ。それ、一体何のことなの？毎年繰り返し入ってくる収入のことなの。ひまわりの種の定期便みたいなものかな。定期便やで、毎年ひまわりの種が勝手に届くんか。そんなん最高やないか。その毎年安定して入ってくる売り上げが ARR、 企業の実力を測る物差しなの。カーソルの ARR は2023年12月時点で100万ドル、まだ小さなサービスだったの。それが12ヶ月後には1億ドル、たった1年でちょうど100倍に膨らんだの。100倍？たった1年でそんなに増えることってあるの？しかもこれ、クラウドサービスの歴史の中で最速の到達記録なんだよ。史上最速って言われても、どれくらいすごいのか、僕にはピンとこないよ。比べてみようか。スラックは1億ドルに届くまで2年半から3年かかったの。スノーフレイクは3年から5年、ズームに至っては5年半かかってるんだよ。みんなが何年もかけて登ってるのに、カーソルだけ1年って？そう、みんなが数年かけて登る山をたった一息で駆け上がったの。酒もんやん。回し車どんだけ電力で回したらそこまでいけるねん。しかもこの勢いはね、まだそこでは止まらなかったんだよ。2025年6月には5億ドル、その年の11月には早くも10億ドルを突破。そして2026年2月にはついに ARR20 億ドルにまで到達しちゃったの。たった2年ちょっとで100万ドルが20億ドル。もう桁がおかしいよ。使ってるのは個人だけじゃないの。有料ユーザーはもう100万人を超えてる。さらにフォーチュン線企業のおよそ 70% がすでに導入済みなんだよ。フォーチュン線って何のことを？僕、そんな会社知らないよ。アメリカの売上上位1000社のこと。その約7割が日々の仕事で使ってるの。大企業が揃って使ってるなら、それはもう遊び道具じゃないってことだね。だから500億ドルという評価額は夢じゃなく実績から逆算された数字なの。稼ぎまくりだね。うちの投げ銭の箱とは大違いだよ。羨ましすぎるよ。でもね、これだけ稼いでいるのにカーソルはある罠にはまりかけてたの。あんなに順風満帆に見えたのに、一体どういうことを？じゃあ次はね、絶好調だったカーソルがなぜ買収されたのかを見ていくね。急成長の裏には稼げば稼ぐほど苦しくなる利益率の罠が仕込まれてたの。ねえきなこ、さっき言ってた罠って何のことを？
さっきから気になってるんだけど。実はカーソル、2026年6月にスペース X への買収が決まったんだよ。あんなに儲かってたのに身売りしたの？全然意味がわからないよ。買収額は600億ドル、日本円にすると数兆円規模っていう桁の話なの。600億ドルでひまわりの種が何粒買えるんや。想像もつかへんわ。でもね、私はこの話を最初に聞いた時、すごく違和感があったの。違和感？売り上げはどんどん伸びてたんだよね。なんで売っちゃうの？伸びてたよ。なのに稼げば稼ぐほど苦しくなる形になってたの。稼ぐほど苦しい？それなんか逆さまじゃない？僕混乱してきた。カーソルは AI の頭脳を自分で持ってなくて他社から借りて動かしてるの。クロードや GPT の API に使われるたび利用料を払い続ける仕組みなんだよ。じゃあお客さんが使うたびにお金がどんどん出ていくのか。そう。しかも払うのは誰でも買える小売価格、まとめ買いの割引はないの。小売価格ってお店に並んでる値札の値段ってことを？それは重いな。そうそう。ひまわりの種を定価で仕入れてそのまま売るような感じだね。うわぁ、それだと売れば売るほど手元に残らないやつだ。かなりつらい。しかもアンスロピックは自社のクロードコードを原価で回せるの。ソラフリア、同じ土俵で戦ってるつもりが全然ちゃうやんか。この構造をね、マージントラップって呼ぶの。日本語だと利益率の罠。利益率の罠。売上のバケツに穴が開いてるみたいなイメージ。その理解でぴったり。しかも同じ時期にシェアの数字も動いてたの。企業向けの利用シェアが約 41% から約 26% へ下がる兆しが出てたんだよ。あんなに勢いあったのにじわじわ削られてたんだ。だからこの買収、外からは救済にも敗北にも見えると思うんだけどね。私は違うと思う。スペース X 側の狙いは AI 基盤の内製化なんだよ。内製か？借りるのをやめて自分で作るってことを？ XAI にはグロックっていう自前の AI があるから頭脳を内側に置けるの。なるほど。毎月の家賃を払い続けなくてよくなるみたいな話か。でもさ、ちょっと心配。グロックしか使えなくなったりしないのかな。その不安わかるよ。開発者の間でも一番心配されてる点なの。グロックロックインって言ってね、他の AI を自由に選べなくなる不安だよ。わかる。選べるってそれだけで結構安心なんだよね僕。この買収で気になるのはマルチモデル対応が消えるのかってところ。そしてそれは競合の勢力図とも深く関わってくる話なんだよね。次は競合4社の勢力図。今全ツールが横並びのスペック戦争に入ってる。そこで意外な会社が市場を支配してるの。それは次のパートで話すね。なあきなこ、正直一番知りたいのはそこでさ、結局どれが一番なの？ 4社もあるって聞くと選ぶ前からもうお腹いっぱいになるんだよ。その気持ちすごくよくわかるの。一番はどれか知りたくなるよね。しかも数字だけ見れば王者ははっきりしてるの。期待通りの結果だよね。市場シェアは GitHub コパイロットが約 68%、 堂々の首位を独走してるの。なんやそれ、ほぼ独り勝ちやないか。もう名前だけで押し切っとるやん。強さの理由は手軽さなの。今使ってるエディタに後付けするだけで動くからね。次に来るのがカーソルで約 26%、 クロードコードが約 10% くらいなの。クロードコードってあの黒い画面に文字だけ出るやつのことだよね。そう、ターミナル特化のエージェント型。画面がない分動きが深いんだよ。しかもパワーユーザーの主力としては約 28% まで伸びてるんだよ。全体だと約 10% なのに、詳しい人の間では 28% を。景色が違いすぎるよね。そこが面白いところなの。誰がどう使うかで見える順位が変わるんだよね。4社目はジェミニコードアシスト。個人向けを無料にして猛追してるの。無料は嬉しいな。浮いた分でひまわりの種を買い足せるよね。で、ここからが今日一番意外なところなの。よく聞いててね。4社の性能、実はもう
ほとんど横並びになっちゃってるんだよ。どこも100万トークンのコンテキストに到達してもう勝負がついたの。100万トークンってどれくらいすごいの？僕にはもう想像もつかないよ。分厚い技術書を丸ごと覚えたまま話せる、それくらいの記憶力だと思って。みんな同じ記憶力になったならもう差なんて残ってないってことなの？差は性能じゃなくて得意な居場所に出るの。ここが発想の切り替えどころ。コパイロットは普段のエディタでの保管が早いの。書きながら頼れる相棒だよ。なるほど、書いてる横からそっと手伝ってくれる相棒って感じなんだね。カーソルはエディタごとエージェント化してまとめて直すのが得意なの。クロードコードはターミナルで大規模な作り直しを任せるのに強いんだよ。ジェミニコードアシストはクラウド連携、巨大なコードの把握が得意なんだよ。ほな一番なんて決められへんやんけ。さっきと話が違うで。きなこ。そこなの。もう一番を選ぶ時代じゃないっていうのが今日一番の答え。場面ごとにベストを組み合わせるの。ハイブリッドスタックって呼ぶよ。道具箱ごと持ち歩くってことやな。ドライバー一本で全部やらんでええんや。そう、実際シニアの現場ではもう複数を当たり前に併用してるんだよね。ただスペックが横並びならカーソルの強みは数字に出ない構造にあるの。次はそのカーソルがなぜただの VS コードプラグインじゃないのかを見ていくの。エディタの奥に裏でこっそりコードを検証する仕組みが隠れてるんだよ。なあきなこ、さっき言ってた数字に出ない技術構造って何のこと？カーソルって VS コードっていう定番エディタを土台にしてるんだよ。でもね、他のツールみたいにプラグインを足しただけじゃないの。プラグインは知ってる。後から足す部品だよね。それと何が違うの？カーソルがやったのはね、VS コードそのものをフォークしたことなの。フォークってご飯食べるあれ？なんだかピンとこないな。そっちじゃなくてね、元のソースコードを丸ごと分岐させることなの。難しい。僕の巣箱で例えてもいい？プラグインは出来合いの巣箱に回し車を後付けする感じでしょ。フォークは巣箱を丸ごと解体して自分好みに作り直しちゃう感じ。まさにそれ。だから壁の中の配線まで好きなだけいじれるようになるの。プラグインは決められた枠の中でしか動けない制限があるからね。じゃあ GitHub コパイロットとかはそのプラグインの方なんだ。そう、安定してて強いけどエディタの奥までは手を入れられないの。なるほどな。自由度が全然ちゃうやんけ。その自由を使ってカーソルが仕込んだのがちょっと面白い仕組みなの。 AI が書いたコードをね、あなたに見せる前に裏でこっそり試してるの。裏で画面に出てないところで一体何をしてるの？見えない窓をもう一つ開けてそこで文法チェックを先に走らせてるの。あ、下書き用の別の巣穴を掘っといてそこで試すみたいな感じ。すごくいい例え。失敗しても表の巣は散らからないでしょ。この裏で検証する仕組みの名前がシャドウワークスペースなの。ただ動作が重すぎて一度買いされて今のエージェント機能に受け継がれたの。へえ、名前は消えても考え方だけちゃんと生き残ったんだね。もう一つね、カーソルは自分たちで作った専用モデルも積んでるの。直した差分をミリ秒単位で書き込めるくらい応答がすごく早いんだよ。ミリ秒でひまわりの種かじる間もあらへんやん。変わったファイルだけを見つけて同期する作品の作り方も独自なの。ここまで深く作り込めたのは土台ごと自分のものにしたからなの。土台からやり直した分後付けじゃできないことができるんだね。でもさ、ここまで賢くなったらコードを書く人はもういらないの？最後はそこ。これだけ AI が書けるならエンジニアの仕事はどうなるのか。実はデータ派ね、エンジニア不要論とは真逆のことを示してるの。ここまで景気のいい数字ばかり話してきたけど最後に正直に打ち明けさせてほしいの。私もね、この話題を調べている間ずっと胸がざわざわして落ち着かなかったの。きなこでも怖くなることあるんだ。何がそんなに不安だったのか教えてよ。 AI がこれだけコードを書けるなら私たちが学ぶ意味はあるのかなって思っちゃって。ああ、それ僕もずっと思ってた。じゃあ僕みたいな初心者は
もう出番ないってことを。その不安に羽、ちゃんとデータで答えるね。まずは導入がどれだけ進んだかの数字から。ある開発者調査だと AI コーディングツールの導入率はもう 84% に達してるの。うわ、ほぼ全員が使いこてるやん。もう当たり前の道具になっとるってことやな。でもね、私が面白いと思ったのはその隣に並ぶもう一つの数字の方なの。 AI が書いたコードの正確さを信頼してると答えた開発者は 29% まで落ちてるの。前の年は 40% だったから1年の間に信頼だけが急に下がったと報告されてる。使ってるのに信じてないってなんだかすごく矛盾してる気がするんだけど。一番多い不満はね、ほぼ正解でもわずかに違うっていうコードなんだって。その惜しいコードのデバッグに手こずるって6割を超える開発者が答えているの。ああ、ほぼ合ってる答案の丸付けって全部×の答案より疲れるやつだ。そう、その丸付けこそがこれからのエンジニアの中心の仕事になっていくの。ここで雇用のデータも見てほしいの。正直ここが一番辛いところなんだけど、22から25歳のジュニア開発者の雇用はピーク時から約 20% 減ったと報告されてる。2割も減ってるの？やっぱり新人はもういらないってことなんじゃない？そこで止まらないでね。データはちゃんともう片方の極もはっきり示してるの。 AI の出したコードを監査できるシニアにははっきりした給与の上乗せがついてるの。一般的な開発者と比べて年収でおよそ$25,000高いと報告されているの。監査って言われてもなんかお役所の立ち入り検査みたいでピンとこないんだけど。近いけどね、コードの中身を読んでこれで大丈夫って責任持って言える人のこと。 AI に指示を出して出てきた答えの責任を最後に引き受ける役目とも言えるの。あ、コードを書く人からコードを見て守る人に変わるってことなのか。そう、エンジニアは消えるんじゃなくて上と下にくっきり二極化していくの。実際開発者の雇用そのものはこの10年で1割5分以上伸びる予測も出てるの。なんや、全体では増えるんかい。ほんなら Y にもまだ席あるってことやん。今から早く書く力よりじっくり見抜く目を育てておけばきっと大丈夫。よかった。僕言い草と割れた種を見分けるのだけは昔から得意なんだよね。それもう立派な監査の目だよ。モッチーなら全然やっていけると思うな。そしてこの二極化派ね、 AI コーディングツール全体の未来とも深くつながってるの。じゃあ最後に今日の話をぎゅっと5つにまとめるね。まずは評価額の話から。あの評価額は勢いじゃなくて売上が史上最速で伸びた実績が根拠になってたの。2つ目は買収、他社の API 代を払い続ける利益率の罠から抜け出す一手だったの。いくら売れても仕入れ代が高いままだと手元に残らないって話、腑に落ちたよ。3つ目は競合、一番強い一つを選ぶ時代じゃなくて得意分野で住み分ける時代なの。どれが一番かじゃなくて場面で使い分ければいいってことか。気が楽になった。4つ目がシャドーワークスペース、裏で静かにコードを試してから見せてくれる仕組み。見えへんとこで下ごしらえしてくれとったんやな。通り出てが早いわけやん。5つ目がエンジニアの二極化、コードを書く人から AI を指揮して監査する人へよるの。持って帰ってほしいのは3つだけ。1つ目、評価額は勢いじゃなく成長の実績。2つ目、買収はインフラの取り合い。3つ目、エンジニアは消えずに二極化する。実績、取り合い、二極化、この3つだけなら僕でもちゃんと覚えて帰れそうだよ。見てくれてる人はどのツールを使ってるんだろう。ちょっと気になってきたな。そこ私も気になってた。使ってるツールと決めてよかったらコメントで教えてね。料金や使い分けの比較は別の動画でもっと深掘りしてるからそっちも覗いてみてね。あ、そういえばさ、飼い主さんが帰ってくる時間とっくに過ぎてない？タブレットまだ充電器に戻してない。位置もちょっとずれてる。早いよ、元の場所に戻してきてよ。バレたらおやつ抜きになってまうやん。はいはい、急いで戻してくるね。ということで今日はここまで。また次の動画でね。参考になったら高評価いいねしてくれるとおやつ代になるよ。
チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。